全国のバーサスシリーズプレイヤーの皆様、お待たせいたしました。前回好評を博した永田の解説動画、味を占めて第2弾です。味を占めた割には結構期間が空いちゃったけど、まあいいでしょう。そんなわけで、今回解説していくのは、ズバリ、覚醒です。公式名称でエクストリームバースト。今回はこいつを解説していくわけだ。とりあえずがっつり本筋に入る前に、この動画は現行でアーケードをやってる人や過去作の家庭版でこのゲームの経験がある人はもちろん、近いうちに発売される機動戦士ガンダムエクストリーム VS マキシブーストオンの家庭用からバーサスシリーズデビューするぜっていうルーキーたちのためにも作ってあるので、とりあえず覚醒とは何ぞやからそこから始めていきましょうかね。覚醒、先ほど言った通り公式での呼称はエクストリームバースト。この覚醒って呼び方はいわゆるプレイヤー間で使われてる用語ですね。競尾エクストリームバーストってきっちり呼んでる人なんていないと思うので、今回の動画においてもエクストリームバーストのことは覚醒という呼称で統一させていただきます。で、改めてこの覚醒、戦闘画面の左下にある EX ゲージが 50% 以上、半分以上貯まると使える、使うと機体がパワーアップするゲーム最大の見せ場であると同時に、勝敗を大きく、それはもう大きく左右する、めっちゃんこ重要なシステムなんです。どれだけ重要な要素かってのを、ほんとサクッと説明するのであれば、覚醒って、厳密にはマキシブーストオンからの覚醒って、強力すぎて技量差のある相手でも、例えば向こうの方がバーサスシリーズやってる歴が長かったりだとか、それこそステップとかブーストの使い方が自分より全然上手いみたいな、そんな相手でも覚醒をしっかり使ってやれば勝てちゃうことなんてね、全然できるんですよ。それが果たして両芸要素なのかクソ芸要素なのかは個々の判断に任せるとして、ここまで言えば覚醒がいかに重要な要素か分かってもらえたと思います。なるほど。じゃあ覚醒はすごい要素だってことは分かったから、じゃあ今回の動画でその覚醒の何を解説してくれるのかと、こういった動画でありがちな数ある覚醒FSE、エクバ2も合わせると ML と入って、その覚醒たちの詳しい解説ではなく、じゃあなんだ、もっと実践的な、こういう状況でこのタイミングで覚醒を吐いた方がいい、いわゆる覚醒の立ち回りを解説するのでもなく、今回私がこの動画で喋ろうと決めてる題材は、ズバリ、覚醒の使い方です。使い方。おいおい待ってくれよ。覚醒の使い方なんて射撃と格闘とジャンプを同時押しすれば老若男女誰でも使えるじゃないかと今思いましたね、お兄さん。いやでもそんな簡単なことでもやっぱできない人っているんですよ。ゲームを始めたばかり、まだ慣れてない初級者中級者は仕方ない。そういう人とシャッフルと組んで、あいつ覚醒吐かねえんだよなってツイッターで愚痴ってるやつもそうだし、いわゆる上級者と呼ばれる人、少し古い言葉を使えば有名コテと言われる、ツイッターと SNS でよく名前が出てくるあの人だってそうだし、そして今この瞬間ベラベラ偉そうに語ってるこの俺、永田ザクでさえ満足に覚醒が使えてないんだ。ああ、もったいない。いやでも逆に考えてみるんだ。こんだけしっかり満足いく覚醒の使い方ができてない人が多い今、そいつらを差し置いてちゃんと自分が覚醒を使えるように吐けるようになれば、かなりのアドバンテージ、周りと差をつけるチャンスじゃありませんか。手前味噌で申し訳ないんですけど、この動画をしっかり最後まで見て覚醒に対する意識を改めたりだとか変えられたりできたのなら、勝率に直結してくると思いますけどね。特に変わんなかったらごめん。よし、じゃあ前置きはここまで。本筋の解説言っときますか。そんなわけでようやく本筋なわけですが、もう最初ベラベラ解説入れるのではなく、もう答えを言ってしまいます。覚醒は溜まったら使え。はい、ということで今回の解説はこれで終わろうかと思います。ご清聴ありがとうございました。と行きたいとこなんですが、ここでね終わったらさすがに申し訳ないんで、もうちょっと話を続けていくわけですが、先ほど言った通りマキオンとエクバ2の覚醒って特に攻撃系の覚醒だよね。 F 覚醒、 S 覚醒、エクバ2だと機動力が強化される M 覚醒、こいつらがめちゃんこ強いです。でそのめちゃんこ強い覚醒を数回した方が勝つんですよ、究極。覚醒は数だよ。覚醒は持ってりゃ嬉しいただのコレクションじゃないんだよ。
溜まったらどんどん使って自分が強くいられる時間をどれだけ長く伸ばせるかってのもね、勝利への近道なわけですよ。具体的な数字を言うと、1試合に2回覚醒を回すことが理想ですね。まあでもこのゲームね、いろいろな状況がプレイヤーを襲ってくるわけで、時には覚醒を1回に抑えて勝利をつかみに行かなければならないみたいな、そういう状況があります。じゃあそれはどんな状況かと言われると、これもさっきの覚醒の時の立ち回りよろしく、どんだけ尺あっても説明しきれないんで、代表的なケースで言うと3000コストと2500コストが組んだ時ですね。軽く図にしてみたわけですが、3000コストが先落ちして残りの残コストが3000コストで、ここで2500コストが落ちてしまったらコストオーバーでジオの体力が非常に低くなってしまいますので、その2500コストが落ちた後のピンチを乗り切るために、あえて1落ち前に覚醒を吐かず落ちた後に取っておくっていうケースもあります。ちょっと画面がごちゃごちゃしちゃってごめんね。てな感じで、いわゆる後落ち、相方より後に落ちる機体って覚醒を2回使うことが難しい状況があったりするんですよね。まあもちろん理想は変わらず2回吐きたいとこなんですけど。で、その裏を返してしまえば、どのコスト帯でも固定、シャッフル問わず先落ちする機体って何も難しいこと考えずに覚醒が吐けるわけですよ。っていうか吐くんだ。吐け、マジで。繰り返すぞ。先落ちする機体は1落ち前に1回覚醒を絶対に使う。 OK。 まあ究極これですね。これ以上妥協はできないというか、これをね、初級者中級者の皆さんにぜひ徹底してもらいたいですね。マジで勝率変わるから、本当に騙されたと思ってやってみてください。もうさっきから覚醒使いうっせえなこのおっさん。わかりましたよ。じゃあ覚醒使いましたよと。覚醒使ったな、素晴らしい、あんたは偉い、できる男だと思ってたよ。この動画の最初の方に覚醒使った後の立ち回りは今回の動画では扱わないよとは言ったんですが、ちょっとだけ触れていこうかなって思います。題材は上に書いてある通りですね。永田が覚醒して何に一番気をつけてるのかと言いますと、被弾しないことです。敵の攻撃を食らわないことです。ちょっとそれおかしくない？相手に攻撃するために大打撃を与えるために覚醒をしたのに、そんなへっぴり腰で大丈夫かと思う人いると思うんですけども、大丈夫だ、問題ない。むしろ覚醒中に敵の攻撃をもらうってどれだけやべえことなのか、そちら解説しちゃおっかな。じゃあまあとりあえずこちらの表をご覧ください。 EX ゲージを覚醒ゲージを貯めるにはこれらの行動をすると貯まりますよってやつですね。でもこれ厳密には自分が覚醒をしていない状況、非覚醒状態の時にやると貯まるってことなんだよね。勘のいい人ならもう分かったと思うけど、自分が覚醒している時に敵にいくら攻撃を当てようともガードしようとも覚醒はたまらないんですよ。もちろん敵の攻撃を受けてしまってもたまりません。これに関しては実際に映像を見てもらった方が分かりやすいんじゃないですかね。今見てもらってる映像はさっきの画像の覚醒ゲージを貯める行動の一部を抜粋してやってるわけですね。自分が攻撃を当てたりガードを成功させるよりも敵からまとまったダメージをもらう方が目に見えて覚醒ゲージが溜まっていくのが分かりますね。で次の映像は先ほどと全く同じ行動を覚醒時にやってます。まあこれはさっき言った通り覚醒時にどんだけ覚醒を貯める行動をしても反映されないんですが、こうやって映像を見ると覚醒中に被弾することがどれだけもったいないことなのか分かってもらえると思います。めちゃくちゃもったいなくないですか？本来だったら覚醒ゲージになるはずの自分へのダメージが覚醒中に食らってしまったばかりに全てがパーになってしまった。先ほど言った1試合に覚醒は2回回そうねっていう目的から遠のいてしまうわけなんですね。だからこそ覚醒して敵に攻撃を加えるのはもちろんなんだけども、半歩先に被弾をしないっていう意識を置いておいて、それをもとに立ち回っていくわけだ。まあもちろん例外はあるよ。例えば自分が格闘技だったりしたら多少の被弾は恐れずに敵に接近性を仕掛けていってリターンを取っていくってのもあるだろうし、この局面でこの覚醒を相手チームに通さないと負けるっていう状況はそれはもう行った方がいいと思います。まあそこら辺は臨機応変にというか自分の経験値に基づいて動いてください。さっきの覚醒中にダメージは受けないようにの延長だけど、これもピックアップして解説していった方が良さそうですね。また繰り返しになるんですけども、覚醒ゲージが溜まる行動の一つに自分の機体が撃墜されたってあるんですけど、これ結構覚醒ゲージもらえるんですよ。俺が勝手に撃墜ボーナスって呼んでるんですけど、
で、例に漏れず覚醒中に落とされたらその撃墜ボーナスは当然もらえないということで、こちらもね、いわゆる覚醒落ちっていうんですけど、それをしないようにしましょうね。今まで散々口酸っぱく覚醒は溜まったら吐け、いわゆる半覚醒を吐けとは言ってきたんだけども、いろいろとプレイミス等々してしまって半覚醒を吐けずに撃墜されてしまったっていう状況あると思います。まあ普通にあるでしょうね。確かに撃墜される前に覚醒を吐けなかったのは痛手ではあるんだが、まだリカバーは効く。落ち着け、大丈夫だ。そうなってしまった場合は相手の攻撃を食らう前に早めに吐いて、そしてノーダメージでその覚醒を終わらせること、これができればまだ2回以上覚醒が吐ける状況ってのは作れると思います。というか、その覚醒で被弾してしまったら割と取り返しがつかないというか、相当苦しい状況になっちゃうと思うんですよね。ついさっき解説したように覚醒中に被弾してしまったら、また次の覚醒を使うタイミングってのが相当遅れるだろうし、下手したらもう覚醒を使えないまま対戦が終わってしまうかもしれない。さらに最悪なケースは受け身全覚醒を使ってしまうことですね。これちょっとドキッとなった人いるんじゃないでしょうか。いるよね。この受け身全覚醒、インパクトのある言い方をしてしまえば、このゲームトップクラスの握手です。これだけはやっちゃいかん。本当になんか一人で盛り上がってるけど、そもそも受け身全覚醒とは何ぞやという層もいると思いますので、軽く説明しておきましょう。まず前提として、 E 覚醒以外の覚醒は敵の機体から攻撃を受けたりして、自分がよろけ状態やダウン状態になってる時って発動できないんですよね。だけども覚醒ゲージが満タン状態、いわゆる全覚醒状態の時だけは、敵の攻撃を受けて行動不能状態の時でも覚醒を押せば受け身を取って抜けることができるんですね。なんか危機脱出できて良さそうですねみたいな、そんな感想を抱く人もいるかもしれないんですけども、これがまたデメリットだらけなんですわ。というわけでデメリットを羅列していきましょう。まず第1、右の動画見ながら聞いてくださいね。受け身全覚醒を発動したらペナルティとして一定割合覚醒ゲージが消費された状態で覚醒が始まるんですよね。つまるところ覚醒時間が減る。いかんでしょ。で、2つ目はそもそもダメージを受けてから覚醒してることですね。さっきから口酸っぱくしてね、覚醒溜まったら覚醒中はダメージを受けないようにしようねって言ってんのに、ダメージを受けた上で覚醒してるから次の覚醒まで遠のいてる上に、その肝心な今まで無駄に温めてきた覚醒の時間も短いとくりゃ、そりゃこの世の終わりですわ。正直まだまだデメリット挙げられるんですけども、ここで尺を取っても仕方ないので、でかいのがこの2つですかね。繰り返しで申し訳ないんですが、受け身全覚醒は本当にやっても何もいいことない。劣勢を加速させるだけです。強いて言うならキャラクターのカットインがデカデカと出てきてかっこいいねってやつなんですけど、そんなのはトレモでやりなさいよ。この受け身全覚をやってしまいがちな人って、まだゲームに慣れてない初級者中級者の方に多く見られるのかな。確かにね、気持ちはわかる。このゲームすごい情報量多いからさ、目の前の敵と戦うのに夢中で自分の覚醒ゲージ見てなかった、なんか敵に殴られたからやべちょっとさすがに吐いておかなきゃなみたいなノリで受け身全覚をしてしまうんだと思う。そういうのをよくやっちゃうよっていう心当たりがある人は、この動画のコンセプトは覚醒が溜まったらすぐ吐こうねってやつなんだけど、それもちょっとまだゲームに慣れきってなくてなかなか安定しないよって人は、まずは受け身全覚醒を絶対にしないことを目標にしましょう。それができれば真の初級者脱却だ。やったぜ。よし、じゃあこの項を最後にしてこの動画を締めくくりましょうか。ここまで聞いて覚醒の重要さってのは分かったんだけど、分かってる、頭では理解してるんだけど、いざ実践となると使えないって人がいるんですよ。いるんですよ。まずはさっきも触れたけど、ゲームに慣れきってない人、目の前の戦闘に気を取られすぎて覚醒ゲージが視界から消えてしまってるよって人ですね。これに関しては意識しろ、強制しろとしか言いようがないんだけど、例えば対戦よりも比較的落ち着いてやれる CPU 戦とかで覚醒が半分溜まったらすぐ使うってのを癖づけるってのが一番手っ取り早いやり方ですかね。この癖をつけるってことが非常に重要です。 CPU 戦でできないことが対戦でできるわけないですからね。で、これは
ゲームにちょっと慣れてきた人から上級者まで幅広く患ってる症例かもしれない。ベストなタイミングで覚醒を使おうと引っ張りに引っ張って結局使えない人。これはね、恥ずかしながら俺もよくやってしまうんですけども、非常にもったいない。せっかく覚醒使うって意識あんのに。これしがちな人ってだいたい覚醒でしっかり試合を動かさなきゃって変に気負ってる人が多いんですよね。例えば相手にブーストを使わせて、こっちもギリギリまでブーストを使って覚醒使ってブースト回復させて、そこから攻めるぞうわーみたいな、なんかそういう考え、まあそれ今の主に俺の考えなんですけど、そんな小難しいことを考えなくていいんですよね。いっちゃん最初に言った通り、今の覚醒って雑に強いです。主に攻撃系の覚醒ですね。だから覚醒されたら敵ってうおーってなるわけですよ。うおーやべえの来たってなって、相方は相方が強くなった、よし俺も便乗するぞみたいな動くんですよ。覚醒を押しただけで試合って動いてるんですよ。お前が望んだ俺の覚醒で試合動かさなきゃなーってのは覚醒を押した瞬間に実現してるんだ。だからこそ俺はこの動画で何遍も何遍も溜まったらすぐ使えって言ってるわけなの。覚醒使っての攻めのプランなんて使った後に考えればいいんだ。だから覚醒は溜まったら使うんだ。大丈夫、お前ならできるはずだ。人間指5本あるだろ。そのうち3本残ってれば誰だって叩くことができるんだ。覚醒をパッドだったらもっと指が少なくても大丈夫だ。 L3 か R3 に覚醒を割り当てれば指1本で発動できる。素晴らしいと思わないか。以上が永田の覚醒講座でした。いかがだったでしょうか。いやもうめっちゃくちゃ喋った気がする。喉ガラガラ3ヶ月分ぐらい喋ったんじゃないかしら。ここまで聞いたらもう覚醒使った後の攻め方とかも知りたいなーって人もね出てくると思うんですけども、そんな感じの質問をこの動画のコメント欄ですとか自分の Twitter の DM とかに送っていただいても大変申し訳ながら自分はそれに答えることはできません。別にこれ意地悪だとか自分の手で切り開けとかそういうわけではなくて、このゲームってめちゃくちゃ目まぐるしく状況が変わっていくわけですよね。自分が使ってる機体だとか相方の機体位置だとか、それこそ敵の機体もそうだし、それによって覚醒の立ち回りっていろいろと変わってくるわけなんですよね。それを言語化して動画で解説するってのは俺のおつむだと不可能なので、それこそ YouTube にねクソほど転がってるいろんな機体のいろんな視点、参考がてら自分が使いたい機体の視点を見て覚醒はどうやって立ち回っていくのかなっていう、そういう視点でも見てみればいいんじゃないでしょうか。よし、これで喋りたいこと全部喋った。それでは皆様、良いバーサスシリーズライフをお送りください。お疲れ様でした。